ダメか。あ、いけます。では最後のプレゼンターになります。最後のプレゼンターはジャンプガンプロジェクトさんです。お願いします。ジャンプガンプロジェクトは昔は旧チームヒロポという名前で活動している久野と申します。今日は PC ゲームの展示方法についてビットサミット、東京インディーフェスト、デジゲー博等を通じてという名前でプレゼンします。これプレゼンのスライドはですね、こちらジャンプガン JP というツイッターアカウントの方でもうすでに公開してるんで、よかったら後で見直してください。はい、ちょっとすみません、今日10分ぐらいの内容で25枚のスライドを説明するので、ちょっと駆け足で話します。まず目次なんですけど、ちょっと前半で展示形式についていろいろ話をして、その後ちょっと個人的に工夫した点をちょっと説明したいと思います。はい、まず、このプレゼンの目的なんですけど、ジャンプガンというゲームを作っていまして、今までに10回のイベントで展示をしてきましたが、そこで失敗した点とか、工夫した点をいろいろ伝えたいと思います。もうすぐ東京インディーフェスやビットサミットが始まりますし、で参加したのがそちらにあるんですけど、すみません、今ここで、謝罪させてください。デジゲー博2016と、あとコミケット91は当選したにもかかわらず欠席してしまいました。申し訳ございません。でですね、先ほどの展示会の一覧なんですけど、ちょっと4パターンに分類してみました。大事なのは机の高さですね、まず。それからプレイヤーの姿勢、それから展示者の位置、それから、電源の有無です。はい、では次進みます。まずパターン1という例なんですけど、東京インディーフェストの2015年、2年前に行われたやつなんですけど、こちらは机の高さが100センチ、プレイヤーの姿勢は立ち状態です。で、展示者はプレイヤー側で、電源はありの状態です。写真を見てみると普通に無理なくプレイされています。で、ちょっと東京インディーフェスで思わず緊急事態が発生しました。ですね、設営時に、こちら左側の写真が展示台のなんですけど、一番上にスペースがあるんですけど、ここに何も書かれてない。だからサークル名ぐらい書いておいて欲しかったと思ったんですけど、で東京にこれ UDX 行ってたんで、その当然印刷環境なんかない。なんでもうその場でデータを作ってテザリングで、ネットプリントに登録してセブンイレブンに走っていって印刷してなんとかことを得ました。今年参加の人は要注意してください。次です。パターン2、ビットサミット2015、こちらは机の高さは70センチです。でプレイヤーの自然は座ってます。この環境なんで普通に無理なくプレイできています。次3番目、デジゲー博の2014年の写真です。机の高さが70センチ、プレイヤーの姿勢が立ちで、展示者の位置が、対面です。プレイヤー側ではありません。でこれ右の写真でプレイヤーの視線の角度に注目してください。もう1枚写真いきます。これは同人ゲームフェス2015という大阪でやったやつですね。やはり机の高さが70センチ、プレイヤーの姿勢が立ち、展示者の位置が対面なので、これ右の写真を見てみたら分かるんですけど、プレイヤーの首にすごい負担がかかってるのが見えますかね。あと展示者がもう覗き込むような形をしないとプレイが見えないっていう大問題が発生しました。でこれは解決策なんですが、まずプレイヤーの首にダメージ問題の対策なんですけど、 PC の位置を高くします。そのため私はニトリの折りたたみの箱っていうのを使ってますね。これ高さが26センチ上がるんですけど、 3.2kg のゲーミングノートに耐えて軽量かつ小スペース、これ東京行く時とかにかなり楽なので、おすすめです。はい、次なんですけど、まず展示者から画面が見えない問題に対策。これは USB ディスプレイを使用しました。でマルチディスプレイの複製という環境で反対側から見えます。右の写真を見てもらうと分かるんですけど、箱があって、その上に PC が載ってて、その箱の裏側に、USB ディスプレイを2つ、置いてます。こうすると、対面側から見ることができる。で注意点なんですけど、 USB ディスプレイを選ぶ場合、メインとサブで解像度が違う場合、低い方で表示されてしまいます。つまり性能の低い USB ディスプレイを使うと、本体側の解像度も低くなってしまうので、高い解像度の USB ディスプレイがいいです。で USB ディスプレイがなぜもっといいってことがあるぞっていうのは言いたいのがこちらです。同型同解像度の USB ディスプレイを使うとダラレアスバースアナザークロニクルを2画面でプレイできるっていう、なんと自宅にゲーセンが来たっていうことですね。ぜひ試してください。はい、次です。次パターン4ですね。パターン4では、こちらワケラマーケット2016っていうイベントなんですけど、机の高さ70センチ、プレイヤーの姿勢が立っていて、展示者の位置は対面です。で電源は今回ないです。で今回ですね、4台のノート PC を2台ずつ稼働させて6時間のイベントを乗り切る予定だったんですが、緊急事態発生、電池切れ、1台が1時間で電池切れました。
でしかも別の1台が起動できなかったっていう、もう、慌てて運営の方に、電源使用の許可をいただいて、近くの電気屋に走っていって延長コードを購入してことを得ました。運営の方ありがとうございます。次回はポータブル電源を使う予定です。はい、今展示形式について、ざっとまとめました。まず、机の高さが70センチ、プレイヤーの姿勢が立ちのイベントでは、PC の位置を高くしてください。展示者の位置が、対面にいる場合は、USB ディスプレイでプレイを確認してください。それから電源がない場合、バッテリー駆動は鬼門です。あと、遠征するときとかでも、ネットプリント等で、その場で掲示、印刷できるようにですとベターです。はい、今、前半が終わりました。次、後半でちょっと自分の展示について、工夫した点を説明します。はい、まずポスターですね。コミケとかでよく見かけてるんですけど、私は、A4 写真用紙、3×3 でポスター印刷して、貼り付けて使ってます。で、ポスター掛けなんですけど、さたなみ海援さんという、ブログかなの記事で、100円ショップの商品で、ポスター掛けが作れるよっていうものなんで、こちらを使っています。次、コントローラー置き場に操作説明。こちら右の写真を見ていただいたことは分かるんですけど、PC のキーボードのところに操作説明を置いて、その上にコントローラーを置いています。こうすると、展示者がこれさせて説明しやすいですし、プレイヤーが操作に止まったら目に入る位置に入るんで、読んでくれるかもしれないなってことで置いてます。次、工夫点3、スコアタック。ビットサミット2015とワケラーマーケットの2016でスコアアタックを実施しました。何度も挑戦する猛者が現れて、非常に大好評だったです。こちらはホワイトボードとシール用紙、それからマグネットを使って、作りました。次、工夫点の4、インディーゲームカレンダーの配布。これ何なのかというと、ワケラーマーケット2016でクリアした先着10名の人に、カレンダーを配布しました。これは武田大吾さんという方が主催で、12のゲームのカレンダーを1年分作って、セブンイレブンのネットプリントでその前の年の12月から配布してるっていうイベントでして、こちらにうちも参加して、これで配布しました。5月のイベントだったんですけど、カレンダーを渡されて非常にみんな喜んでくれたのを覚えています。次、クリア認定証。メガビットコンベンションというイベントでクリア認定証を配布しました。風ステージの分と右ステージの分。これ何が書かれてるかというと、表は通常面の9マップ、裏には隠しルートの6マッププラス1マップ、ホームページの URL が書かれてるんですね。でこれは両面文字のハガキを印刷して、ラッピングを施したんですけど、ちょっと印刷の色が悪いんで今別の手段を模索してます。あとやっぱクリアしてこれクリア認定証もらうとみんなプレイヤー喜んでたなっていうのが印象です。ファミコン版のロードランナーやフラッピーがあったんで、そんなのやりたいなと思って、そんな感じで作りました。今で工夫でいいのかな。今回説明したような内容なんですけど、特にパターン1での展示方法については、ニゴラさんが、ニゴラブースの作り方っていうブログ記事を上げてるんで、こちら非常に参考になります。右の図なんかすごい参考になりますんで、よかったら、参考に、拝見してください。次です。宣伝。関西同人ゲーム制作者交流会というイベントが、3ヶ月に1回行われるんですけど、4月に、また開催される予定です。ちょっと日程がまだ調整されてるんですけど、お互いのゲームを見せ合ったり、プレイヤー全を行ったり、情報交換をします。今回、私が発表した内容も実はこの交流会で2回ほどプレゼンしたものをブラッシュアップしてやっています。よろしければご参加ください。はい、宣伝の2。同人ゲームフェス2017、6月3日、日程決まりました。土曜日、日本橋ポルックスシアターにて、開催します。主催は先ほどの関西同人ゲーム制作者交流会ですね。一般入場無料、サークル参加も募集してるはずです。毎回20サークルほど参加してます。受かってれば私もジャンプガンの最新版を公開する予定です。よろしければどうぞ。はい、最後なんですけど、せっかくなんで、この会場2階の机の高さが大体70センチになってるんで、USB ディスプレイと箱を持ってきたんですよ。なんで仮の設営を、してみようかなと思います。よかったら、それをご覧ください。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。質問のある方。はい。はい。立ちと座りでプレイヤーさんのプレイしてる時間とかってすぐやめたりしちゃう。あまり気にならなかったですね。それは
そうです。もうそもそも座りのイベントがビットサミットしかなかったんで、極めて珍しいんだと思いますので、ちょっと私の感覚ではその立ちと座りで差は感じなかったですというのでよろしいでしょうか。他には何かありますか。はい。ポスターなんですけど、はいあれ卓上か背面かどっちですかね。ポスターなんですけど、ポスターは机の上に置くタイプなのか。これはポスター掛けって言って後ろに置くタイプ、はい椅子の後ろに置くタイプです。高くある感じで。高くある感じ。はい。このそうですね。こちらのさざ波海園さんのポスタースタンドの作り方をやると結構高い位置から吊るされる。いいですね。ができます。卓上ポスターって一言でもできないので。ああ、そうですね。ぜひチェックしてください。他に何かございますか。じゃあ OK かな。はい。ありましたら。この後はちょっとじゃあ2階でちょっと箱と USB ディスプレイを実際に置いてみてこんな風になるんだよっていうのをちょっとやりたいと思います。はい、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。